こんにちは。ココイストアートディレクターの香川博代です。今回はココイストアイテムを使った簡単スノードームアートをご紹介いたします。とっても簡単で可愛いので、ぜひ最後までご覧ください。今回はこちらのスノードームアートをご紹介いたします。使用アイテムなどもご紹介しながら作っていきますので、早速作り方をご覧ください。ではベースジェルを塗ったと仮定してカラージェルを塗るところから始めていきます。今回はドラマティックマグネットの3番ドラマティックラベンダーを全体に塗っていきます。で全体に一度塗りしたらマグネットで動かしていきます。このココイストのマグネットの丸い方を使って周りから中心に集めるような感じで当てていきます。こちらで一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら先ほどと同じカラーをもう一度全体に塗っていきます。で全体に塗ったら先ほどと同じように丸い方のマグネットで動かしていきます。全体にちょっとオレンジの光が集まるように周りからゆっくりと全体に当てていきます。こんな感じで硬化します。はい、硬化できましたら次にウルトラグロッシーノーワイプトップコートジェル、こちらのノーワイプのトップジェルでまずは仕上げてしまいます。では全体に塗っていきます。ワンカラーしただけなのでそんなに凹凸はないので薄く全体に均一につるんとするように塗れば OK です。こんな感じで硬化します。はい、硬化できました。こちらノーワイプのトップジェルで仕上げてしまった状態です。この上にパーツをつけていきます。パーツをつけるのに使うのはこちらのアクセサリーボンド。こちらノンワイプなんですが、ちょっと粘度があって大きいパーツなんかも滑らないでつけることができます。こちらでつけていきます。ではパーツつけていきます。こちらのアクセサリーボンドをドット棒なんかでちょっと取って自分の乗せたいところにジェルを乗せていきます。ジェルを乗せたらこの上にパーツを置いていきます。大きいパーツはどうしても爪のカーブがあるので滑って落ちていってしまうんですけど、こちらのアクセサリーボンドはちょっと粘度があるのでこんな感じで止まっててくれるのでとっても便利です。で、後のパーツも乗せていきます。でちょっとちっちゃいパーツなんかはドット棒に取ったらちょっと点打つような感じでこちらのジェルを乗せていってこの上につけると簡単につけることができます。こんな感じでつけていきます。ちょっとバランスを見てちっちゃいスタッツなんかをつけたら全体を後で覆うのでちょっとはみ出さないように中心に丸どのくらいの大きさにするかを考えてちょっとコンパクトに固めてしまいます。こんな感じでのせたら硬化します。はい、硬化できました。そうしましたらこの上にドーム状にボバジェルのローをのせていきます。はい、ボバジェルのローをちょっと多めに取りました。そしたらこれをちょっと潰してこの中にこちらのマイカフレークのゴールデンパープル、こちらのフレークをちょっとだけ入れていきます。これたくさん入れてしまうとさっき
乗せたパーツが見えなくなってしまうので、本当にちょっとだけ入れます。こんな感じでちょっと入れたら、これを丸めていきます。こちらココイストのクレンザーが入ってます。こちらにつけてちょっとくっつかないようにしながら丸くしていきます。で、この時に直接手で触ってしまうと、こちらのせっかくのクリア感のあるジェルがちょっと曇ってきて濁ってしまうので、ちょっと手で触らないで、私は紙で挟んでますが、直接手で触らない感じでちょっと混ぜていきます。で、ある程度混ざったらこれを丸くしていきます。で、綺麗に丸まったらこんな感じでちょっとフレークがキラキラと混ざってるような感じになりました。そしたらこれを上に乗せていきます。ちょっとこんな感じで紙を丸めて、この上にポンと乗せちゃいます。そしたらこんな感じのシリコンスティックをクレンザーつけながら、これにつかないようにちょっと押して今乗せたパーツを覆っていきます。で、全体に覆えたら上から見て丸をちょっときれいになるように整えていきます。で、この時に横から見てこうおまんじゅうよりはちょっときれいな丸にちょっと高さがあるような感じにしたいので、レベリングして横に流れないように気をつけながら形を整えていきます。で、クレンザーつけながらやるときれいにつるんとなってくるので、これでいろんな方向から見てちょっときれいな丸になるように整えていきます。で、ちょっとドーム状になるようにこのシリコンスティックのこの曲面を使って整えていきます。で、きれいに整ったらこちらで一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたらウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルで仕上げていきます。では塗っていきます。ベースはもうトップで仕上がっているので、この今のせたドーム状のところだけのせていきます。この時に先ほどちょっと丸くしたんですが、より綺麗な丸になるようにこのトップジェルで少し凹凸を滑らかにして仕上げていきます。で、全体に塗ったらちょっといろんな方向から見てみて、ちょっとへこんでるところなんかに少しトップをのせてきれいにしてあげると、より仕上がりがきれいになります。こちらで硬化します。はい、硬化できました。こちらで完成です。今回は3番を使ったんですが、他の色でも作ってみたのでちょっとご紹介します。こちらからドラマティックマグネットの1番、2番で4番、5番です。こんな感じで色味が変わるとちょっと雰囲気変わるので、ぜひ皆さんいろいろ作ってみてください。これからもいろんな動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。